うちのもぐやり口はこれです。これ。ここにこう、いきます。せーの、オープン。おー、種袋小さいけど、ちょっとなんか、ない。すごい。はい、それでは今日はこれです。高見メロン4種類の露地メロン。今日は7月の3日で、トンカケ、交配を始めたのが6月1日から、5月の1日から始めたので、今日で63日目、早いやつで。で、印をつけてないんですけど、もぐタイミング、またやっていこうと思います。ちょうど完璧に、なぜこれを高見メロンは印つけないかというと、うちのもぐやり口はこれです。これ。ここにこう、綺麗に理想、離れた層が出てます。これをここまでいったら、もぎます。これで、理想もぎ。これで限界ですね。もうこれ以上鳴らしといても、これは充実しない。ので、もう、今までその60日のパワーを、で、木はまだ生きてるね。粉じらみがちょっといるけど、生きてる。しっかりと。葉肉も厚くて。ただ、木は全然できない。こっちの方がもうディーバの木なんだけど、すげえ木はできている。こんな感じで、これね、理想もぎ。完璧です。こっちも見てみようか。よいしょ。これもほら、理想が出てる。理想が出てるんだけど、さっきもいだやつと比べると、ちょっと甘いというか、ちょっともう一回取れ。これはもう完璧な理想。で、これは離れるか離れないか。だから、もう一日待とうと思えばもう一日待てる。もう一日待てるんですけど、もういいでしょう。十分でしょう。ということでもういちゃいます。ここが完璧ね。うちで言うと。ただ、ここまでいっちゃうと、市場流通とかはどうかなっていう部分があるね。もうここまでいくと、高見メロン、この前にもげば、本当に10日とか2週間とか食べ頃が先になるんだけど、もうここまでいくと、もう1週間以内、5日から1週間ぐらいの間にはもう食べてもらいたいぐらいの。っていうのも、僕は全部直売なので、高見メロンは全部直売なので、全然、すぐ今日もいで明日お客様に届けるので、このタイミングでもぎます。このタイミングでもぐのが一番うまい。で、次、普通の高見メロンいってみましょう。一応ね、これ、見っけちゃった、また。これディーバ。はい、割れてます。これはでも腐ってないから、ちょっと糖度が調べられると思います。これも試しに糖度測定してみます。やっぱりね、硬かったからね、ディーバー。で、ディーバーは、これでかくなってる。4つ鳴らしてんのにでかいぞ。ほら。6月、早いやつが6月の5日から交配が始まってるので、今、5月3日から始まってるので、今7月3日なので、58日ぐらい。これは60日から先取っとくので、まだです。これ前回、腐ってる。見せらんねえ。ダメだ。やばい。隣まで迷惑がかかってる。ちょっとじゃあこれも仮にもいで、もう一回糖度測定。前回は12度ぐらいしか乗っかってなかったんだよね、確か。いやー、このメロンの海になってると、1個割れちゃった。隣にも迷惑がかかるからな。これもダメだ。でもまだいっぱいあるからいいや。しょうがない。僕が緩めきれなかった報いです。割れます。ちょっとこういうのがはい。ディーバもベロッサもちょっと割れてきました。うまくできなくて申し訳ねえな。高見メロンもきっちりと
理想。もうこれ完璧。これ極限。もしこれで吊るしてあったりしたらポトンってもう落ちてますね。確実にここを吊るしてあったらここ離れちゃう。これもほら理想。これね理想。これもいってる。ほら、うちはもうここで取りますね。例えば理想が出てるやつで、ちょっとこれ嫌味でも何でもないんだけど、これもげるね。ほら完璧でしょ。こうもいでだりするのも最近結構まあアンテナがついてた方がちょっと価値が出てくるのかもしれないですけど、僕はこうです。結構痛みの原因とかこっから刺す痛みの原因とかにもなるので、アンテナは残さないっていうのも、これはこれあれだ、一つるに3つつけたやつだ。これちょっと印しといて、一つるに3つつけたやつの味比べみたいなのもしてみようかな。でこれはまだ早い。これもまだ早いっていうのも、このつるアンテナ残すのがメロン始まったのは一つるに1回しかつけてませんよっていう印で始めたと言われているので、これはもう一つるとか一株に1かね、一つの木で一つっていうやつの印だった、もともとは。でこれは一株で2つるにして2つずつ4つ鳴らしたりしてるので、1個ではないのでこれは残しません。うちはマスクメロンは1個なので残します。こんな感じで、もう高見メロンも全部もぎ時ですね。まだ早いのもあるけど、どんどん収穫してって、これからちょっと全部もいじゃったら試しに糖度測定してみたいと思います。とりあえずは以上です。はい、それでは理想もぎしてきたやつ、こっちから見るといいやつですけど、こんな感じです。傷もまあこれがうまければちゃんと理想は出ている。これ理想もぎなので、ちょっと味見だけします。本当の試食動画は後できっちりとちゃんとに撮りますから、今回は仮にね1回理想もぎどの程度か。ネットもね悪くないんだけど、これ日焼けだね。ケロイドのひどいやつ、中まではいってないはずなので、これちょっと大きいです。もう2キロとかありますね。いきます。切る。よし、ケツにいってね。よいしょ、いきます。せーのオープン。おー、種袋小さいけどちょっとなんか種離れしすぎってことか。これはまあちょっと大きすぎるぐらいだからね。でここをちょっとここいらで、これ水で洗ってきてゼロ。さあ糖度的にどうかね。でも果肉感はいいね。もうこれは結構しっかりとなってる。はい、いきます。せーのドン。よし、まあまあ 17.2 十分でしょう。18いくかなと思ったっけ。ちょっと大きいんだね。大きいからまだそこまでは。いただきます。はい、おいしい。うわ、強烈な甘みがくる。
ただやっぱりマスクメロンとかから比べると後口まで甘い。マスクメロンから比べると芳醇な香り的には全然やっぱりそっちには及ばないんですけど、甘みはもう半端ない。だから甘さをがっつり乗せて食べるっていうのがあれですね、高見メロン。今日もぎ始めて OK でしょ。すごい砂糖感が半端ない。で次これまだ早いんですけど、ディーバです。ディーバ割れたんでちょっと測ってみます。割れた部分を切っちゃう。綺麗ね。しちゃうよ。じゃあいきます。せーので、おい悪くないね。なんかもっと硬いイメージがあったけど、今回はちょっとしっかりとあれを割れてたからだ。割れてたからしずる感がすごく出てる。でこれでまず糖度測定いきましょう。こっちがお尻だから、だいたい真ん中ら辺を取って、まだ早い。あと1週間ぐらい慣らしておきたい。で発酵もないようなので、硬いから発酵心配したけど、これね多分萩原農場のやつでそういう潤み耐性も多分しっかりついてるんだと思う。だからこんだけ硬かったのに潤みがない。すごい。もういけんのか。やべえな。リーバーもちょっと期待も出そうですね。まだでも早いんだよ。だからもうちょっとあと、1週間とは言わず5日ぐらいはちょっと。去年21度いったからね。まだねこう種離れがねまだ種がしっかりくっついてるぐらいだから、もうちょっと置きます。甘いけどまだやっぱりちょっと早くて、ちょっとほんのり青みが残るっていうことはまだちょっと早い。試し切りにはちょうどいい時期でしょう。だからあと5日ですね。その間に割れなければいいですが、結構硬くて。で今度は次は赤肉ね。こっちはねさらに早いと思う。これねさっきの動画で隣のメロンが割れてて、ドロドロの海に沈んでたメロン、このまま行くと腐っちゃうといけないと思って切ってきました。まだちょっと早い。前回は12度いかないぐらいだったベロッサ。硬い、本当に硬い。高見はさスルって切れたけどさ硬い。まだ若い。綺麗で若い。ほら種が離れてない。これぐらい、これはまず出なければいけない。このライン、これはもう種がペロンって離れてきて、もう充実してるから、もう種は離れて普通に独立できますよっていうこと。これも離れてもう独立できますよ。もうだからもぎ時です。もうギリギリです。これ以上もう置けない。こっちはね、これはまだ種がくっついてっから、なんだったらこの種がまだこの果実の栄養を吸い取って大きくもっとなりたいなっていう状態なので、完璧にこれは若い状態です。でももうここのラインは出てきてるからいいかもしれないですけどね。もうちょっとですね。これこそあと1週間かかんな。粉じらみが出てきてるからさ、もうもいで片付けちゃいたいんだよね。まだ硬い。果肉が硬い。14.4。前回から比べるとやっぱりだんだん乗ってきてる。糖度は。もうちょっと待ちます。これが5日から1週間で
これがもう1週間以上待つがちょうどいいかもしれないですね。青みが多分ねまだ青みがあると思うよ。いただきます。前回よりはいい。でもまだちゃんとに青みがある。そして果肉がまだしっかりしすぎている。だからこれはまだはいちょっと残念ですが、じゃあこんな感じなので高見メロンどんどん剥いていこうと思います。視聴者の方に食レポ以来のメロンももうここからどんどん送っていきますんで、ちょっとほんのりここまでじゃないけど傷があるメロンがいくと思いますが、そこは我慢して中に影響がないようにって考えて送りますんで、ぜひ食レポしてください。そして僕のこの4種類の露地メロンの最終回をその感想で飾りたいと思いますので、食レポよろしくお願いいたします。皆さんのもそろそろメロンもぎどきになってきましたが、状況をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。